皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、台湾総統選に対する中国の政治的な介入が失敗に終わり、蔡英文政権の継承する頼清徳氏が選挙に勝利しました。今回の動画では、次期台湾総統である頼清徳氏の政治状況周りについての解説をしておこうと思います。ただ、その話をする前に、中国の切れっぷりからまずは見ておきましょう。中国、頼清徳氏への祝意めくり、アメリカに抗議、台湾独立勢力に誤ったシグナル。中国外務省は14日に報道官談話を発表し、アメリカ国務省が台湾の総統選で勝利した民進党の頼清徳氏に祝意を表明したことに対し、台湾独立の分裂勢力に重大な誤ったシグナルを発したと非難した。アメリカ側に対し強い不満と断固とした反対を表明し、抗議を行ったことを明らかにした。こちらの写真が次期総統となる頼清徳氏です。習近平政権は海外から頼氏に祝意が寄せられていることに反発している。台湾への支援が国際社会で広がることを強く警戒しているとみられる。中国外務省は談話で、台湾問題は中国の革新的利益の中の革新で、中米関係における第一の越えてはならないレッドライン、譲れない一線だと強調した。台湾が中国の不可分の一部だとする一つの中国原則について、国際関係の基本準則で国際社会の普遍的な共通認識であり、米中関係の政治的な基礎だと主張した。イギリスの中国大使館もキャメロン外相が祝意を示したことに対し、イギリス側の誤ったやり方に断固反対するとする報道官談話を発表した。日本にある中国大使館も報道官談話で、上川陽子外相が頼氏に祝意を表したことを中国の内政に深刻に干渉したと非難した。ちなみに中国が頼清徳氏に対して台湾独立派、いわゆる独立戦争を仕掛けるかのようなイメージを持たせるような発言をしていますが、これはあくまでも中国側のプロパガンダの一つです。頼清徳氏が台湾総統になった場合においては、台湾が独立を目指す動きをして、それが戦争を招くんだぞといういわゆる脅しをするための一つのレッテル張りです。そしてこのようなプロパガンダに乗って台湾の独立運動が起こっているかのような解説をする方もおられます。しかしそれは間違っています。例えば今回総統選が行われたわけですが、主要3人の候補はいずれも台湾の独立の運動などは一切行っていません。これら3つの勢力の台湾の立ち位置はどれも全く変わらず現状維持です。野党国民党も親中派とは呼ばれていますが、だからといって党の公約としてさあ習近平国家主席と会談を重ねて一国二制度を導入しましょうと言っているわけではありません。ちなみに前回の動画においてまさにそのような党の公約にも掲げていないような話として、馬英九元総統が習近平国家主席を信頼すべきで、習近平国家主席の目指しているような統合に向けた動きを評価するような話をしたことから、国民党に対する警戒感が国民の中で強まったのです。それでは主な候補者がどのような中国との付き合い方を考えているかは、現状維持という基本原則の上に、それぞれ習近平国家主席と距離を取るのか、それとも対話を重視しようとしているのか、もしくは中国と天秤にかけて美味しいとこを取ろうかといったような話をしているだけであり、誰も台湾の独立戦争などは目指してはいません。その点についてはちょっと誤解が生まれる話なので、中国のプロパガンダには載せられないようにしないといけません。そうした意味では、今回の総統選で勝利した頼清徳氏に対しておめでとうという話をするのは、別にこれは中国に対する内政干渉ではありません。中国としては台湾は自分たちの一部なんだという話をしているわけで、その地方選挙だぐらいの扱いなんでしょうが、じゃあだからといって地方選挙において誰かが勝利したことをお祝いのメッセージを送るのが何が内政干渉なのでしょうか。このような抗議はあくまでも自分たちにとって意にそぐわない人物が総統へ移ってしまうのが許せないだけの話です。はっきり言えば感情論以外の何者でもありません。ただ総統選に勝利した頼清徳氏ですが、議会にあたる立法院においてはこれまでの蔡英文総統と違ってかなり状況は苦しいものとなっています。
台湾立法委員選、与党民進党が過半数割れ、16年ぶりねじれで政治不安定化の可能性。台湾総統選と同時に行われた立法委員、国会にあたるもので定数は113、与党民進党は過半数を獲得できなかった。野党国民党が国会の第一党となり、少数与党に転落してねじれ状態となる民進党は予算案や法案の審議で野党に抵抗され政治が不安定化する可能性がある。左の図、上の方が改選前、蔡英文政権下における議会の勢力図です。与党民進党が過半数を超えていたことから安定した政権運営が行えました。そして今回の総統選と同じく実施された選挙において与党民進党は第一党から転落しました。これに伴って議会運営はかなり野党勢力との妥協をいくつかの点で行わなければなかなか話が進まないこととなるでしょう。問題となるのは中国の顔色を伺うことの多い国民党、例えば防衛政策においてアメリカから兵器を買いますよといった話をするときにこれに必死で抵抗する可能性があります。そして防衛政策については第三勢力である民衆党の勢力拡大にも影響しています。こちらは日経新聞の中から一部を抜粋します。蔡英文政権下においては中国の脅威を考えた上で防衛力を強化するという大方針が示され、防衛費は徐々にですが確実に上昇してきました。現在では防衛予算は2兆7000億円まで拡大しています。しかし、こうした防衛予算の増額というのは国民生活とはなかなか関わりのないところで行われるため、蔡英文政権に対する批判の一つの糸口となっていました。特に台湾国内における国内の話として、物価高が進行する割には若者の所得向上はなかなか進まず、生活が苦しいといった人たちも多く、それらが与党に対する不信任案として機能し、既存政党である民進党国民党ではなく第三の勢力として民衆党に対する支持が集まるといった現象を生み出したのです。また、台湾経済といえば TSMC をはじめとした半導体産業がすぐ思い当たるわけですが、残念ながら台湾全体の雇用を支えるほどの規模感ではないことから、経済的な恩恵が受けられない人たちの間では、こうした蔡英文政権の進めてきた防衛力強化のお金の使い方に関しても批判的な声があるのです。どこの国においてもそうですが、まず多くの国民にとって大事なのは、日々の生活が安定しているかです。そうした意味で、台湾経済というのは、半導体業界のように世界的なシェアを取っている以外の産業においては、中国経済との結びつきが強く、中国を怒らせてしまうと台湾経済も大変なことになってしまうという思いから中国をうまく利用するんだという意見があるとともに、利用しようと思えば逆に中国に取り込まれてしまうといった警戒感をあらわにするところがあるなど、かなりこのあたりの意見は錯綜し、それだけに国民党のような親中派と言われるような勢力もまだまだ大きな勢力を誇っているのです。また、防衛予算がどんどんと増えていることに関しても、日本から見た場合においては中国の軍拡に対抗するためにも、少しでも守りを固めることは大事だということは理解できるわけですが、台湾内部においては、いやいや若者たちの生活が苦しいのに、そんなところにお金を使うのかと批判的な人たちがいて、それら若者の不満を吸い上げる形で、第三勢力が台頭するなど、中国との関係上において様々な政策が国民から評価されたりしなかったりして、政治的な争いの種になっています。ただ、そのような状況ではあるものの、全般的に言えば中国の情報工作などは少なくとも大成功とはいかなかったわけですから、習近平国家主席にとっては今回の総統選挙というのはかなり不愉快なものとなっているでしょう。そして頼清徳氏なのですが、彼自身がまずは副総統だったわけですが、今回の総統選においても次の総統になるであろう人物が副総統に据えられています。このあたりの世代交代を進めていくぞという仕組み作りなものは結構うまくいっている感じで、民進党政権が今後も長く続く可能性は確かに十分あると思います。そして親中派の国民党のことを考えると、このまま民進党が台湾政治を引っ張っていくことを日本からは祈るしかありません。蔡英文政権は中国との距離を絶妙に保ちつつ、アメリカの関係強化も進めてきました。中国に近すぎるがために軍事的にもかなり脅威を感じているし、かといって経済関係を完全に切るわけにもいかないという
複雑な土地ではありますが、だからこそ、なんとか中国の脅威を押し止めつつ、民主主義陣営の一員であり続けてほしいものです。台湾有事が日本有事といった話はよくするわけですが、考えてもみてください。例えば、台湾政府が完全に北京政府の言いなりになって、習近平国家主席の意向そのままに活動するような台湾に変わってしまった場合においては、日本の南方の貿易ルートは全ていつ遮断されるかもわからないような危険性をはらむといったことは、重要な危険事項として考えておかなければならないことになるのです。というわけで今回は中国の習近平国家主席の考える台湾が親中派になってくれればいいなという思いは今回の選挙においては叶いませんでした。台湾の人々は習近平国家主席の望むような石化はしなかったわけです。しかし国内問題があり、次期総統の足元では議会運営は非常に苦労することでしょう。以上、台湾総統選を終えての台湾情勢についての解説でした。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。